今回紹介するアリは与那国島の固有種与那国アシナガアリです。まずは与那国島の場所を確認しておきましょう。与那国島は八重山諸島にある、日本で最も西にある島です。沖縄の島ですが、那覇よりもむしろ台湾に近いという、地理的な特徴があって、気候帯は亜熱帯性気候。これだけ地理や気候が違うので、島の固有のアリがいるというのも納得できますね。次に与那国アシナガアリの生息地についてですが、基本的には林園や林内、つまり森林内や森林周辺の土中が生息地とされています。アシナガアリの仲間では、多くの種類がこういった森林性のアリとされているので、与那国アシナガアリも例に漏れずといった感じでしょうか。さあ、いよいよ与那国アシナガアリの登場です。形態的な特徴を見ていきましょう。与那国アシナガアリはワーカーのサイズが4ミリから5ミリほどのアリです。体の大きさで言えばヤマトアシナガアリなどによく似た、大きさをしています。本州で一般的なアシナガアリの場合は、ワーカーの最大サイズが8ミリほどになるので、そのイメージからすると、より小型なアシナガアリということになります。また、体の色はほぼ全体的に黒い色をしていて、シワやくぼみなどが結構多いんですけれども、それでいて光沢が強いということが特徴です。さあ、どうでしょうか。体が真っ黒いアシナガアリというのは結構新鮮じゃないかと思います。漆黒の輝きがあって、観察をした時にはかっこいいなと感じました。また大きさに関してはヤマトアシナガアリと似ているというふうに表現したんですが、例えば真っ黒で二節ありで、4ミリから5ミリほどというとクロナガアリなどにもちょっと似てるのかなと思います。次に腹曲げ行動というのを紹介したいと思います。映像は参考映像としてアシナガアリの映像です。アシナガアリの仲間の中には歩くときに腹部を下に折り曲げて歩くという生態を持っている種類がいて、この行動が腹曲げ行動と呼ばれています。ちなみにこのアシナガアリは体勢を見ても特に変わった様子はないですね。腹部は下に折り曲げられておらず、体勢がまっすぐに保たれています。このアシナガアリは腹曲げ行動をしない種類ということになります。さあ、こちらはどうでしょうか。こちらはイソアシナガアリというアリになるんですけれども、腹部が下に折れ曲がっています。上から見るとまるで腹部がないように見えますね。これが、腹曲げ行動です。アシナガアリの仲間の中にはこのように腹曲げ行動をする種類としない種類とに分かれます。腹曲げ行動をする種類は観察をするとどこか体がアンバランスで、まるで他の生物に襲われて腹部を失うような大怪我をしてしまったアリなのではないかと最初は疑ってしまいます。さあ、では与那国アシナガアリの場合はどうでしょうか。地表を歩くワーカーを観察してみると、腹部に注目です。どうでしょうか。下に曲がっていますね。どうやら与那国アシナガアリは腹曲げ行動をする種類のようです。すぐ地周辺も見てみましょう。外から帰ってきたワーカー腹曲げ行動をしていますね。一つ傾向があるように思うのですが、外から帰ってくるワーカーは腹曲げ行動をしているのですが、巣から出てくるワーカーはあまり曲がっていません。
これなんででしょうね。ちょっとそういう傾向があるように感じます。次に与那国足長アリの野外活動について見ていきましょう。森林性のアリである与那国足長アリは、このように草木が生い茂った森の中で活動しています。どちらかというと直射日光のあまり当たらない薄暗い森の中で活動しているので、体の黒い与那国足長アリを見つけるのは少し慣れが必要です。さあ、何か獲物を運んでいますね。ダンゴムシかワラジムシか、そういった類の虫でしょうか。どちらかというと肉食性の傾向が強いイメージのあるアシナガアリの仲間ですが、与那国アシナガアリも同じような傾向があるのかもしれません。周囲では虫の死骸を運ぶワーカーたちがたくさん見られました。森の中に溶け込むように生活をする与那国アシナガアリ。こういった姿を観察できたことはとても貴重なことだと思います。こちらでは2匹のワーカーが獲物を運んでいました。結構活発に活動しているようです。こちらでも獲物を運ぶワーカー。このワーカーの行く先を追いかけていると、巣口を発見しました。この巣口を観察していると、次から次へと獲物が運ばれてきました。どれも似たようなサイズの獲物ですね。この森ではこういったサイズの虫が結構取れるのでしょうか。獲物が巣内に運ばれていきました。次の獲物も巣の中に運び込まれるでしょうか。人の目につかない森の中で日々こういった光景が繰り広げられているんですね。昆虫の死骸を運ぶ場面を見てきましたが、昆虫の死骸以外にもこういったものを運ぶ姿が見られました。これは木の実か木の種でしょうか。自分の体よりも大きくて重たいものを一生懸命に運んでいました。アシナガアリの仲間は肉食の傾向が強いイメージがあると、お話ししましたが、実際のところはアシナガアリの仲間は雑食性です。昆虫類などの獲物が多いのですが、こういったものも食べるということなんですね。もう一匹のワーカーが現れました。運ぶのを手伝ってくれるのでしょうか。来ましたね。2匹のワーカーが協力して獲物を運んでいきます。今回は巣口を見つけることができたことで、与那国アシナガアリの様々な姿を観察することができました。ということで今回は与那国アシナガアリについて紹介をしていきました。離島でしか出会えないアシナガアリの仲間、もし与那国島に行く機会がある方はぜひ探してみてはいかがでしょうか。では今回は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。